こんにちは。おもちゃのリサイクルショップトイプラネット高崎店さんのスーパー戦隊コーナーに来ました。ということでね、この高崎店さん売り場面積も広いんで、こんな感じでずらっと並んでます。はい。戦隊ロボね、箱あり箱なしで結構あるんですけど、これでざっと見てもいきなり銀河王、銀河マンですねのロボット超合金のやつが2体あったり、タイムロボも2体あったりね、箱入りでね、状態によって値段にね違いがあるって感じかな。で、大好きなメガボイジャーもあるし、いいね。強烈王ゴーンジャーだね。で、下の箱なしも結構ずらっとあるんだけど、アバレンジャーのこれ映画のやつだっけ。後ろマジレンジャーとかもタイムレンジャーもあるね。ドラゴンクルーザー、これカーレンジャーのね乗り物ですね。今度ちょっとカーレンジャーっぽい戦隊ですよね。次の爆上げ戦隊ブンブンジャー、車かける作るだっけ、コンセプトが。で、こっちの方には戦隊ロボのこのパーツというかね、それぞれ売ってる感じかな。合体前の状態だね。で、この棚の側面の方にも結構あって、これレアなのかな。ドンブラザーズ、こういうねパーツ類売ってます。俺ガチパーツね。こっちは本当にこのパーツなくしたって時とかはいいんだけど、やっぱ僕が欲しいパーツとしてはあれかな、メガレンジャーのさっきのメガボイジャーの顔のヘッドパーツ、あれなくなりやすいんだよ。と、あとはさっきの強烈王とか、強烈王じゃないか、ゴーンジャーに関係するんだけど、キャリゲーターについてるヘッドパーツの部分がね結構なくなるんだよね。ソフビもあるね。そう、こういうソフビね、タグありになると急にね価値上がるからね。タグとかブリスターとか箱とかに入ってると価値が上がるっていうね。状態もねいいってことだからね。ターボレンジャー、これ当時物っぽいよね。レトロ玩具ってなってるし。激ブルーとかこの音が鳴る系のフィギュア出てたんだね。だいたいレッドしか出ないんだけどね。さあ、これもゴーンジャーだね。これ安い感じする。もう今ゴーンジャーもレトロ戦隊に入りつつあるからな。9玉9レンジャー、9玉とかはまだねだいぶ数が多いから助かるね。欲しいやつを探しても見つかりやすいっていうことかな。これは冒険者かな。これあれじゃん、アバレンジャーだよね。当時持ってなかった。当時アバレンジャーのロボはねあんま持ってなかったんだよな僕は。で、これオーレンジャーじゃん。足の部分になるって感じだね。これもオーレンジャーだね。オーレンジャー最近ね東映特撮 YouTube オフィシャルで配信が終了したのかな。次はカーレンジャーになるって感じで、ギアとかこういうキーアイテムがいっぱいあるって感じかな。真剣ジャーも配信終わるね。もう最終回になってたな。ってことは次はゴセージャーになるのかな。配信がこのまま続くのであれば。特急ジャー、ここら辺555のが多いね。でっかいロボのパーツかな。超でかくて、なんだっけあれ、なんか中身あんま入ってないんだよねあれね。とにかくでかいんですよ。ちょっと前は結構安く売ってることもあったんだけどね。やっぱ大きいロボって安くなりやすいからね、古くても。これ初めてちゃんと見たかも。これゴーバスターズに似てるんだけど、俺は隠れんじゃでしょ。てかこっちをモチーフにしてるんだよね多分。で、ゴーバスターズのカエル、緑のカエルが出たんでしょ。これいいよね。キラメージャーの基地、ストーンを置いとける基地ですね。
当時からこの基地のおもちゃだけはあんまりね投げ売りされなかったんですよね。キラメージャー終わっても。特急ジャーとか今結構あるんかな。出たこれね。これメガレンジャーの当時物のおもちゃなんだけど、結構このシリーズ3種類ぐらい出てるのかな。今のはデルタメガだけど、結構安く手に入るんですよ今でも。これとかも微妙にね、銀河マンだからね。銀河マンとかが普通にあるってすごいよな。もう20年以上前でしょ。これゴーオンジャーだね。の後半に出てきた、ラストの方に出てきた武器だね。そう、こういうねオーレンジャーとかも普通にあるのがすごいよね。これはこれメタルヒーローっぽくないと思ったんだけどかな。違うかな。たまに混ざってるからね。出た銃撃棒めっちゃあるんだよね。トイプラさん行くとね毎回見かけるんだよ、どの店舗でも。ガブリボルバーはねいいおもちゃですからね。変身玩具としてのクオリティすごい高いと思う。武器としても使えるしさ、もちろん。ガブガブリボルバー。キラメージャーこれあれじゃない、プレ版のやつなのかな。音声がいっぱい入ってるのかな。キラメチェンジャーって書いてあるけど、めっちゃあるな。結構綺麗に並んでますね。こっちの方に来ると最新系かな。キングオージャーとかドンブラザーズとかゼンカイジャーとか年代順になってるんでね。この辺ゼンカイジャーとかになってますかね。とかゼンカイジャーとか、キラメージャーとかもあるかな。キラメージャーのロボは一回り小さいから分かりやすいね。で竜奏者、このレゴ的な感じでね遊べる竜奏者のロボいいですね。で9連王は普通にかっこいい、ギミックもいいし合体もしやすいし素晴らしいおもちゃで、特急ジャーは好みが分かれると。ズバーンだ冒険ジャーね。これゴーオンジャーのご先祖様になるのかな。これタイムシャドウだっけ。タイムレンジャーのねロボですね。銀河王ここにもいる。出た、これガオハンターだっけ。ガオシルバーのロボなんだけど、当時これ持ってなくてさ、ガオレンジャーのロボ結構持ってたんだけど、他のロボは持ってたんだけどガオハンターだけ持ってなくて結構憧れてましたね。ガオハンターとなんかご先祖の昔のレジェンドのロボあれだけ持ってなくて、なんか赤いガオゴリラみたいなやつとか、あとイカルスみたいなやつとかも持ってたんだけど、それ辺は持ってなかった。全部は持ってなかったんでね、ガオレンジャーのロボ。子供ながらに僕の子供の感覚だとガオレンジャーのロボってかっこいいんだけど合体難しかったイメージ。僕が苦手だっただけかもしれないけど、ちょっと難しいなと思ってた。一番下の段今見てますね。ニ忍者とかもあるな。これオーレンジャーだし、で中央ジャーとか最大王じゃん、いいね。さっき言ってた555のでかいロボね。でこれ辺が、冒険ジャーの犬ね。これカーレンジャーの必殺武器の一つかな。必殺武器は割と安く手に入るんだよね。これキャリゲーターで名前あってたっけ。ゴーンジャーのねワニですね。ここら辺も戦隊とライダー混ざってる感じからな。こっちライダーが多いかな。
でこれ戦隊コーナーのちょっと裏に今来ましたね。フィギュアコーナーになってますね。ここ箱なしのフィギュアたちだ。まあ、箱ありより安く手に入れたいんだったら箱なしの方がいいのかなと思うけど、まあ価値で言ったらなんか相場的な意味で言うとやっぱ箱ないとすごい価値が落ちるからね。あ、トルトルアイテムじゃん、懐かしの。でウルトラマン、サイボーグ009。あ、これ一番くじの仮面ライダーのこういうフィギュアだけあるっていいね。まあ当たり賞ではないけど、まあ外れでもないっていう。お、ドラゴンボール。やっぱ鬼滅とか多いね。呪術廻戦、ヒロアカとか。まあワンピースとかも多いか。で、こっちはね、まあ複掛けになってるトレーディングフィギュアとかになるのかな。あ、バズだ。今度トイストーリー5やるっていうことを知りました。そう、ラジオの方にメッセージいただいて知ったんですけど、5やるんだと思って、4で絶対終わりかと思ってた。もうバズとウッディたちが別れちゃったから、その後どうなるのかなっていう。また再開してほしいけどね。あ、ここら辺のね、アメトイ的な、輸入トイ的なやつなんだけど、そう、日本でも発売直後はすごい高かったですよね。なんかもうフィギュア1個で2、3000円から4000円とかするみたいな。今は安くなったけどね。なんか割引されまくって。このね、トレーディングフィギュアのコーナー見ると楽しいんだよな。こういう HD シリーズとかのガチャガチャ系のフィギュアとか、あと食玩のフィギュアとかあったりするから、結構ね、いいのあるんですよ。なんか凍ってるレオがいる。しかも2体いる。お、食玩ソフビ2個セットになってるな。スヌーピー。まあもともと食玩ソフビって2個セットの時代多かったもんね。箱で2個セットだったりとか、袋で2個だったりとか。お、ウッディかっこいいね。ウッディのフィギュア。あ、組み立てロボット。これは100均のだな。キューポスケットのスネイプとかって微妙なんだよね、僕的に。で、ドラゴンボール。まあ、スネイプ先生って、まあ、ハリー・ポッターの、まあ、影の主人公ですからね。ぶっちゃけ。フィギュアーツで買うといいと思いますよ。スネイプ先生のフィギュアは。出てるんでね。ギアトジンガー。これちょっとスーパー戦隊のショーケースになりますね。一番目立つところにあるから分かりやすいんじゃないかな。ゴーレンジャー多いね。マジレンジャーとか、ほら赤いゴリラいるっしょ。僕ね、緑のゴリラ持ってなかったんだよな。赤しか持ってなかった。劇場版の方だっけな。そうそう、赤のゴリラはね、映画館で買ってもらった気がするんだけど、なんか映画館で売ってたんだよな、なんかね。あとはバラでね、デパートとかで買ってもらったイメージ。あ、そうそう、キラメージャーでもこのね、スポーツカーのこの赤いやつだけちょっとレアなんですよね。限定だっけな、なんかでレアなんだよね。恐竜ジャーのロボとかもあんま投げ売りされなかったよね。うん、ドンブラザーズ。ドンブラゴーイン。うん。ツーカイザー。そう、箱割りでこう集めたい人の気持ちもすごいわかるんだよな。箱もね、やっぱこう集めたくなるよね。魅力的だもんね。お、五星ナイトの変身アイテム。レオンセルラー。もうこれカードがなかなか今ね、手に入りづらいんだよね。お、これはカーレンジャーの必殺武器。ほら、結構安いっしょ。カーレンジャーにしては。カーレンジャーだとほんともう20何年も前だもんね。で、キングオージャーの音が鳴る系フィギュアね。めっちゃあるな。
ほらこれもねゴーライジャーの割には安くない？やっぱこういう大きい武器って安いんだよね。これもキングスティックキングレンジャーですね。オーレンジャーの追加戦士キングレンジャー、黒と金のヒーローですね。カラーで言うとジュオイーグルのマスク、ゴリラにもなれるってやつかな。メタルバージョンとか出てたんだ。これプレ版なのかな。ドンブラザーズのこのさロボの箱集めたくなるよね。箱がもう芸術作品じゃんみたいなね。ドン鬼退陣とかすごいもんな。箱の威圧感がやばい。ギガントドリラー、これも特急ジャーの大きいロボですね。強烈王一応僕ね持ってはいるんだけど、そう集めるのは大変だったんですよ。一回揃ったと思ったらパーツ欠品してたりとか、なかなかね安く揃えるの難しかったですね。サファリガオ特急ジャーだね。映画のロボだったっけな。どでかいよね。ジュオジャーの一番大きいロボで、クジラモチーフかな。タイムレンジャーいいね。腰に手当ててる感じかっこいいね。メガレンジャーもちゃんと腰に手当ててるよ。ヒーローっていうか戦隊って感じで、最近はこんな感じでちょっとクールなんだよね。ポージングが最近ってなんかクールなイメージ。メガシルバーかっこいい。メガウィンガーですね。はい。メガシルバーかっこいいねやっぱね。ガオゴットね。そう神様だ。神様的なね。ここら辺のロボって超合金なんですよね。銀河マンぐらいからかな。銀河マンからアバレンジャー冒険ジャーぐらいまで超合金だっけ。激レンジャーは超合金じゃないもんね。でこれちょっとプラモデルコーナーですね。でこっちフィギュア系アニメフィギュア、呪術廻戦とか、そうねシャーマンキングとかで、クレヨンしんちゃんのこのみんなで記念写真撮った時のやつね。これ両方揃えないといけないやつだよね。呪術廻戦多いね。今物によっては呪術廻戦のフィギュアも多少値上がりしてるのもあるみたいだけどね。やっぱり鬼滅の刃多いですね。で反対側にはやっぱりドラゴンボールワンピースとかが多い感じかな。こっちジャンプ系って感じなのか。裏もジャンプ系か。ブロリーかっこいい。でヒロアカめっちゃあるんだよね。ヒロアカも早くアニメ始まってくんないともう楽しみでしょうがないっすよ。でキューポスはもう出しすぎです。はい皆さんキューポス出しすぎですよ。メーカーの方もうそんなにだよね。特に雷電気のキューポスがさ今回すごいあったんだよ。なんでって量あったからね。スマッシュほらめっちゃ在庫あるんだよね。キューポスの雷電気出すならオールマイトとか出してほしい。キューポスで雷じゃないでしょ。雷出してもいいけどそんな数出してほしくなかった。量産しすぎみたいなね。量産でねこち亀の量産とかも全然キューポスで出してくれたら嬉しいんだけど、そういうのは出さないんかいみたいなね。あとワンピースもあんま出ないのかな。こっちがフィギュアコーナーですという感じでした。
はい、ということで今回の動画は以上です。チャンネル登録、コメント、評価ボタンを押してってください。あと動画説明欄のリンクとかもよろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。